おかえりなさい。幸せのへ。今回は意識の変容のポイントや仕組みを理解してもらうための意識の可視化プロジェクト、その一番最初のカードになります。このカードの作成者であるネドジュンさんは、若い頃に心身症を病み、回復した経験があり、以来、精神や心理に関心を持って独学で学びました。そうして今から数年前に突然、頭の中から雑念思考がパチンと消えるという体験をしました。その時だけでなく、そのまま消えてしまったのです。頭の中で独り言のように流れる思考が完全に消えてしまいました。そしていわゆる悟りのような不可思議な状態になり、次々と意識の変容が起こりました。何しろ思考がありませんから、台所でフライパンを振っていても、スーパーに買い物に出ても、深い瞑想状態です。我ながら奇妙で面白い人生になりました。私の主語は個人を失って生命になり、その生命が力強く促すまま本を一冊書きました。薄く残る個としての私は、文章苦手なのになんで私が書かなくちゃいけないの？運命に逆らい悟りを経験した人というスタンスに見合わない笑いとネタに溢れた本にしました。精一杯の抗いでした。おかげさまでたくさんの方からありがたいご感想をいただき、ありがとうございます。しかし生命は明らかにまだ私に仕事をさせたがっています。今度は意識を絵に描けというのです。その情報は押し寄せるように朝も夜も脳に流し込まれ、圧力半端ないのです。それで描くことにしました。たくさんの方にお役に立てるようにと思い、カードの形にすることにしました。これだけは言えます。思考が消えて意識が変容するのを体験していく人生は超幸せで、超楽しくて、静かで優しくて爽やかです。皆様にお勧めしたいのです。その理由と仕組みをできる限りわかりやすく書いてまいります。よろしくお願いします。このカードは旅の始まり。カードが目指す旅路のスタートとゴールを表しています。スタートはごく一般的な意識状態です。目から頭のあたりに私という意識の中心があります。指をさしながら私、あなたというとき、私と言いながら自分のお尻を指す人はあまりいないと思います。膝とかもレアです。やはり顔を指す方がほとんどで、鼻か口のあたり、顎、胸のあたりまででしょうか。これは自分という意識の中心の位置の自覚です。このあたりに私がいますよということです。実際あなたはそこにいて、そこがあなたにとっての世界の中心です。絵のセリフにあるように、私がここにいますという個体の感覚です。この私という自己意識が胸のあたりまで降りると世界が変わります。実際今、私の意識の中心は胸のあたりにあります。目の位置に移動することもできますが、胸のあたりにある方が楽です。このカードの絵にあるように、胸のあたりに
意識が降りると、私は薄くなり、黄色の色で表された生命が全身を満たしています。大河とか神といった表現もあるでしょう。体感で言いますと、端の見えない大きな意識エネルギーが背中から体全体を循環していて、それは私個人に収まらず、すべての生命と共有された意識だと感じます。セリフにあるように、生命が私を生きていますというのがとってもぴったり合います。主語は生命です。これがこのカードの目指すゴールです。頭から胸のあたり、移動距離にしてわずか数十センチメートルの旅。このゴールまでの変容の小さな段階を丁寧に図解して追っていきたいと思います。カードの2。このカードは思考の形。もしも意識の機能を可視化したら、思考という機能はこれら3つの形で描けます。意識の隔壁、方向フィルター、思考バリア。これら一つ一つの働きと特徴については次のカードから詳しくご紹介していきます。一つ覚えておいていただきたいことは、これらの主語は生命であるということです。生命が意識の隔壁という思考の働きを作っています。生命が方向フィルターという思考の働きを作っています。生命が思考バリアという思考の働きを作っています。それはなぜか。生命があなたという個の意識を生み出すためです。働きを作りましたではありません。作っています。現在進行形です。毎春毎春、今も生命があなたを生み出しています。カード3。このカードは思考と自意識、思考の働きの一つである意識の隔壁によって、私という個の意識が誕生するところを描いています。意識の隔壁は文字通り壁です。とても強い壁です。この壁を作ったのはあなたではありません。生命です。もう少し詳しくご紹介します。あなたの手を見てください。手のひらです。じーっと見つめて、よく感じて、それからぎゅーっと握ってみて、その後パーッと開きます。パーッと開いた後、一瞬ですが、ざわざわーっと血液が多めに流れるのを感じられますでしょうか？筋肉が縮み、そして伸びた後、それらが今の動きで消費した物質的栄養を足りないと望み、与えられ、満たされたのを感じられますか？おそらく万の単位の細胞が動き、情報を発し、それぞれが必要とする養分を得ました。全身をめぐる限られた物質の中から、それぞれが次の動きに備えて完璧なものを得ました。全身の細胞は諸説ありますが、40兆個ぐらいあるそうです。40兆個です。
40兆の細胞が毎春情報を発し、それぞれ必要な養分を得て、それぞれの働きを完璧に果たしています。そして、お気づきになられたでしょうか？それらの膨大な情報は、意識であるあなたにはアクセスできません。どんなに集中しても、あなたの手のひらの細胞一つ、あなたとはコンタクトしてくれません。意識は体の情報から見事なまでに隔絶されています。この隔絶は意識が外側の世界への対応に特化するように生命の計らいです。もともと壁があるのです。全身の細胞を完璧にケアする大きな知性、意識があり、それにはコンタクトできないけれど、外側の世界を見て、感じて、その情報を取り込むように配された小さな意識があり、そちらがあなたです。そこにさらに思考の働きで壁が生まれました。これをここでは意識の隔壁と呼びます。意識の隔壁によって小さな意識は自意識となり目覚めます。そしてこの時、自意識は大きな知性、意識の存在を忘れます。私の誕生です。この続きは順次ご案内していきますね。